もともと恵比寿っていう場所にお店があんまりなくて、でやっぱり原宿だったり代官山だったりっていうエリアが盛り上がってたんですけど、うちはあえて、恵比寿に出すことでお店にめがけて来てもらうっていう理由を増やしたくて、でそこでお店めがけて来てくれたお客様に対してうちもそれを還元するじゃないですけど、コミュニケーションなるべく増やす施設のような場所を作りたくて、それで名前もシェルター、そこから由来しております。やっぱり個性ですかね。本当ブランドさんも人と同じような感覚だと思っているので、人間に性格があるようにブランドさんにもやっぱ分かりやすく性格とか雰囲気とかいろいろあると思うんですけど、その性格っていう部分がしっかりアイテムに反映されてるかどうかっていうのはセレクトする上でかなり重要なポイントだなと思っております。現実的に考えて、街でそのアイテムを着用するということを踏まえた上で、ちゃんと着やすさだったりアイテムとしてデイリーユースに使えたりするかっていう部分もピックする上で結構重要なポイントかなと思います。その時々の各ブランドのアイテム数だったりっていうもので変動しておりまして、これも多い時だと1週間に2回ほど場所を変えたりとかしてたりして、なるべく新鮮さを出すようには心がけてます。服を第一に見ていただきたいので、なるべく内装の方は白とシルバーで統一して、より服に目線がいくように他で気が散らないようにまとめています。原宿とかそういったエリアに比べると大手さんとかが少ない分、個人経営のお店が多いんで、自分のペースでアイテムを見れたりとかいろんなお店を回れる場所だなと思います。植物とかオブジェを取り入れて、なるべくシーズン感がやっぱり出るようにして目に留まるような意識は心がけてます。でこのディスプレイの方に関しても本当定期的に間隔も狭くなるべく変えるようにはしてて、それも新鮮さっていう意味でなるべく変えるようにはしております。今やっぱ人気のあるブランドとしてはやっぱり SNS とかでも話題になってる MSU さんだったりっていうのが、やっぱりもう入荷で2日3日するとほぼのアイテムなくなっちゃったりするほど今人気が出てて、最近取り扱い始めたブランドとしては 21AW の方からラキネスさんと陽子坂本さんっていう2ブランドを 21AW からは追加して揃えております。アクセサリーは洋服に比べると割とお求めやすいような価格帯で揃えているかなって思うのと、シルバーはこちらもドメスティックブランドで取り扱いさせていただいてて、サングラスだけ、うちで唯一インポートのアイテムになってますね。ドイツのブランドのクボラムさんになります。本当アクセサリーもなんですけど、洋服と同様やっぱ一癖二癖ぐらいあるような、ちゃんと個性を感じるようなアイテムをここもピックしています。もともとはインポート100% で取り扱ってたんですけど、2005年あたりから、ドメスティックの国内ブランドの某ブランドを取り扱いしたことをきっかけに、やっぱり日本人のデザイナーさんたちが作る海外にはない繊細さであったり織の文化であったり染めの文化、そういったものにスタッフ一同も魅力を感じて、やっぱり日本人の方が作るアイテムってやっぱ日本人の方が一番骨格であったりっていう部分とかシルエットっていう部分でやっぱ僕らが一番似合うと思ってるので、そういった部分をやっぱり発信するっていう意味も込めて今は行き着いたところがドメスティックだったっていうところですね。スタッフ全員音楽好きっていうこともあって、BOSE の 5.1 チャンネルのサラウンドを採用してるので、お店どこにいても音質がすごくいいように聞こえるように、これもこだわりの一つでありますね。パンツすごい個人的にも好きなんですよ。でパンツはやっぱいくつあっても正直きりないと思うんですよね。シルエット一つ素材一つで見せ方とか見え方とかっていうのは変わってきたりすると思う。フラッと立ち寄った時にこれいいっていう反応をしてもらえるアイテムが多いなっていうのはやっぱパンツが多いのかなと
いう印象ですね。今は、インスタグラムの方運用をディレクターとしてやらせていただいてまして、で、もちろん店頭にも立ちますし、次のシーズンから一応在庫管理とかもやるようになってて、であとはバイングの方もやらせていただいてます。はい。きっかけはもともと僕もオンラインで利用させていただいてて、その時は大阪に住んでた頃なんですけど、オンライン使った時に商品と一緒に手書きのメッセージがついてきたんですよ。でなんか今の時代にそういうのってなんかあんまないなと思っちゃって、やっぱ僕らの世代的にもちょっと iPhone の普及とかで結構情報化社会的な部分があったので、そういった時にちょっとそういう手書きのメッセージがあったっていうのですごい頭の中っていうか印象に残ってて、で、上京したタイミングで一回遊び来た時にちょうどなんか求人がインスタグラムの方で出てたので、そこから結構 2,3 回ぐらい問い合わせをして、その段階から自己アピールしつつ面接、入社っていうところまでこぎつけたってなります。今日は勝負の日だったので赤のワイドパンツもう決まってて、自分の中でなんかルーティンじゃないですけど、赤のワイドパンツをメインに、これがトラックパンツだったのでちょっと緩くなりすぎないよう上は締めるといった意味でオープンカラーのジャガードのシャツを持ってきて、ベトフォードのものなんですけど、今季のちょっとラメイトでキラキラしてるような色合わせも結構個人的には意識するようにはしてるので、そういった部分含めてしっかり自分の好みが反映されてるようなファッションは心がけてますね。古着屋はまだ入りたて、そのファッションに入りたてのお客様がやっぱどちらかというと多かったりすると思うんですけど、セレクトショップはどちらかというともう自分を持ってる方、ファッションとして自分はこうでありたいってとかっていう部分を持ってる方がやっぱり多いので、その部分尊重した上で言葉をかけるようには気をつけてますね。インスタグラムの発信とかも積極的に取り組んでまして、でそれ見ていただいたお客さんがお店遊びに来てくれたりとかっていうところを直でやっぱり直で、今やっぱオンラインの通販とかがいろいろ普及されてる時代なんですけど、やっぱりオフラインの部分をうちは大切にしていきたいので、そういった部分ってやっぱ直接聞けるっていうところでやっててよかったなっていうのがありますね。硬くなりすぎないようにっていうか、もうビジネス感が出すぎるのはあんま好きじゃないので、個人的にもカメラマンとしてもやってたりするので、見てて楽しくなるようないろんな視点で写真としても面白さがあるような見せ方にはこだわってますね。僕はすごい入ってみて思ったのが、人生一個も無駄なこと本当ないなと思ってて、で今こうやって自分も着画モデルやりますし、逆に自分が友達を連れてきてその子がモデルやって自分がカメラマンをやるっていう、そういった部分はやっぱ高校生の時にもともと趣味でフィルムカメラ撮ってたっていう部分が今につながってるので、人生やってて無駄なことなんか一つもないなと思って、結局なんか趣味でやってたことも仕事になったりするんで、人として幅があると自分の強みになると思うので、他のアルバイトもそうですけどやっててよかったなってすごい思いますね。そうですね、お店としてはやっぱり2店舗目出したいなっていうところがあって、今は結構そのメンズのドメスティックブランドで中心にピックしてると思うんですけど、もちろんユニセックスブランドとかもあったりするんですけど、レディースのお客様も少しずつ増えてきてるとは思うので、そういった意味でも2店舗目はレディースブランド中心でちょっとやっていきたいなとは思いますね。インスタグラムのディレクターとして運用しているので、よかったらインスタグラムの方も覗いたりフォローしていただきたいなと思います。